ガヤンズハウスバルセロナ3日目です。この日は朝からホテルの近くにあったカフェでパンとコーヒーをテイクアウトしていきます。ホテルの近くにあってとっても可愛いカフェでした。実はこの建物もガウディ建築とのことで驚きました。私たちはカフェラテとアメリカン、あとはパンドアショコラとクロワッサンをテイクアウトしました。コーヒーもパンも美味しくって、ここのカフェ可愛いし朝早くから空いてるのでとってもおすすめの場所になります。スペインのパンドアショコラはチョコがすごく甘すぎなくって食べやすいのでおすすめです。ぜひ食べてみてください。タクシーでこの日はグエル公園に向かいます。15分ほどで着いた時からすっごい並んでたんですけど、ちゃんと予約はしていってたのでこの列さえ並んでたらすんなりと入れました。ここは東側の入り口でチケットは16ユーロでした。私たちはこのトカゲを見に行きたくって走って混む前に行ったんですけど、まさかの工事中ってことを知らなくって着いた瞬間爆笑しちゃいました。気を取り直して早速パルテノン神殿をイメージしたここの広場が本当に綺麗でとっても可愛かったです。おなじみのトレンカディスも綺麗でした。もうこの時からすでにガウディは SDGs を意識していたっていうことで本当に天才ですよね。ここの有名なベンチの先にはとっても綺麗なバルセロナの街並みが一望できました。結構高台にあるので本当に景色も良くってとってもお天気で綺麗でした。ここのベンチなんですけどガウディが計算して作ったとのことで思ってたよりも座り心地が最高でした。朝買ったパンとコーヒーを公園で食べていくんですけど、鳩が寄ってきすぎて急いですぐ食べてまた観光しに行きました。入り口にあるお菓子の家なんですけど、ここも本当に可愛くって門番の住居予定だったみたいなんですけど、ガウディも実際にここに住んでいたとのことでした。もう一つ一つ小窓も可愛かったりとか光が入るようになってたりとか、すごい景色も綺麗くって本当に計算尽くしのお家でした。めちゃめちゃ可愛かったですね。朝一から予約をしていったので人もそこまで多くなくって観光しやすかったです。周辺の石を使って自然と調和した景観に溶け込む設計になっていて、ここの公園も楽しかったです。どこを切り抜いても見たことのない斬新なデザインでした。ここは地形を生かしながら人とか馬車が通れるように作られた道とのことで全て考えられている、そんな公園でした。もともとは高級住宅地としてガウディが依頼されたんですけど、当時は良さが伝わらずわずか2軒しか買い手が見つからなかったみたいです。で、市が買って公園として今も開放してくれてるとのことでした。お土産コーナーはかなり小規模でした。お腹が減ったのでランチにこの後は行きます。ここのランチが本当におすすめなのでバルセロナ行く方はぜひ行ってほしい場所になります。旧市街の方になるのでタクシーでまた帰ってきて食べようとのことでお店をチェックしました。店内もすごい可愛くって日本人の人もすごい多かったので有名店なのかなとは思うんですけど、この黒トリュフのパスタリゾットが本当に美味しくって、私たち夫婦は今回の旅行で一番美味しかった食べ物かなっていうぐらい美味しかったので本当におすすめです。ここはまたガラッと旧市街は雰囲気が違う街並みになってるかなと思うんですけど、
近くにはカタルーニャ音楽堂があったりとか、たくさん観光スポットもあるので、この辺もすごいおすすめかなと思います。結構古い建物ばっかりなんですけど、ここは決まりがあるみたいで、高さの制限とかがあるみたいですね。すごい街並みも可愛いですよね。カサバトリョを予約してたので、この日は見学行きました。海をイメージしている内装外装なので、すっごい可愛かったです。ここもしっかり予約していったので、特に混雑なく入れて、音声ガイドは有線のイヤホンがあると便利かなと思います。エントランス入ると上に続く階段を上がっていきます。この時点でね、すっごい可愛いですよね。やっぱりみんな曲線で作られてますね。ここのステンドグラスは気泡とかをイメージしているみたいです。どんどんルートに従って隣のお部屋に進んでいきます。ここはバトリョさんが住んでいたお家なので、カサバトリョというそうです。もうめっちゃ可愛くないですか？ステンドグラスがやっぱ綺麗だなと思います。やっぱ昔のお金持ちのお家なので、すごい広いですし、もう一つ一つこだわられてることが、やっぱ音声ガイドとか聞いてるとさらに深まって楽しかったですね。ここで昔はお茶を飲んでたりしたとのことで、最高ですよね。で、ここはダイニングルームですね。で、建物にはやっぱり吹き抜け空間があって、光が入るようになってました。太陽の当たり方が均一な明るさになるように、色の濃さが変わってるみたいです。この水の中にいるみたいな設計、最高じゃないですか。夫が見つけて撮ってみたんですけど、めちゃくちゃ感動しました。屋上に出るとカラフルな兵士のような煙突がたくさんあります。これはお家を守るために兵士のようにデザインされたとのことでした。もうさすがですね。ドラゴンの背中とも呼ばれている背びれのようなタイルの屋根が特徴的でした。ここは屋根裏部屋で、本来薄暗い屋根裏を明るく演出していて、本当はもともとなかったみたいなんですけど、ガウディが依頼されてリフォームした時にここの屋根裏部屋を作ったそうです。本当にこだわりで溢れてますよね。で、まさかの地下へと降りる階段の天井、ここのデザインは隈研吾さんがしたとのことで、階段降りる時ずっとこのデザインが続いてますね。で、その後はなんか空間デザイナーさんによるこういうパノラマショーっていうんですかね、音楽と映像のショーがありました。ここは本当映えって感じの場所ではありましたね。お楽しみのお土産コーナーです。もうね、ここのお土産コーナーが本当に可愛くって、オーナメントを一つ購入しました。めっちゃ可愛かったです。次はちょっと時間があったのでお茶しに向かって、すごい現地で人気なラパパっていうカフェに来ました。ここは多分店舗が2店舗ぐらいあるのかなと思うんですけど、内装もめっちゃ可愛くって、現地のおしゃれさんたちが集まってました。めっちゃ可愛かったです。おすすめなのでぜひ行ってみてください。
街中歩いてると可愛いワンちゃんと散歩している人が多かったです。この後はちょっとブラブラしてお買い物に行きます。思ってるよりも街中を撮れてなくって少し後悔してます。すごく有名なオリーブオイルのお店です。ラチナータって言ってバルセロナで3店舗くらいあるみたいです。日本人の人はお土産に買って帰ることが多いみたいで、雑誌とかインスタグラムとかでもよく載ってます。有名なのがこのトリュフオイルがとっても有名です。この日の晩ご飯は先日入れなかったお店の系列店です。すごいおすすめなのでぜひ行ってみてください。なぜかね、予約せずにすんなり入れるところなので本当におすすめです。ご飯もしっかりと美味しいので行ってみてください。夜のカサバトルも綺麗ですよね。メルカドーナっていうスーパーに寄って帰りました。基本的にスーパーでは絞りたてのオレンジジュースが飲めるので、この日は 250ml を買いに行きました。このオレンジ結構私ハマっちゃって、この旅では何度か買いに行きました。こんな感じで絞りたてを入れれます。ちょっと最後は欲張りすぎましたね。でホテルに帰ってこの日はジャケ買いしたビールが旦那さんは飲んでました。次はバルセロナ大聖堂であったりとか、マドリードに移動する高速列車の様子をお届けしたいと思います。また次の動画も見てください。